大阪・関西万博未来の都市パビリオン。まずはダイジェスト映像をご覧ください。動画を見る前にチャンネル登録、いいねボタンをぜひお願いします。未来の都市パビリオンは博覧会協会と協賛12社による共同出展されたパビリオンになります。大阪・関西万博で一番大きなパビリオン、なんと全長150メートルもあります。体験できる展示も多いので、2時間半のプレス取材時間でも目いっぱいかかりました。魅力たっぷりの未来の都市パビリオン。入り口から順番に解説していきたいと思います。未来の都市パビリオンは、ホール A、B、C、3つのエリアに分かれています。ホール A は、高さ5メートル、長さ92メートルもある3層の大きなスクリーンに囲まれた時空を超えていく映像を抜けていきます。人類が生まれる前の恐竜時代からマンモスと戦っていた時代、農業が始まった農耕社会、産業革命による工業社会、今の情報社会、そして未来へ。未来都市では歩いている人の姿もこのように映像に映し出されます。ホール B に入ると、まず未来の都市で生活をしている住民たちの姿が映し出されています。3D で少し浮き上がったように見える巨大な映像たち。10年後、2035年の生活はこんな風に変わってるんじゃないかなっていう想像を膨らませる映像になっています。未来シアター。2035年の未来へ。健康と食事など社会の課題を解決する方法を参加者の多数決で決め、未来を作っていくシアターです。この未来シアターのナビゲーター。2025年生まれ、2035年に10歳になった子供が通信で私たちに呼びかけてきます。未来ではある困ったことが起きていました。一人一人の健康に合わせたカリカリご飯を食べている。この状況を変えるには、私たちが現代の考え方を変え、未来を変えて助けてほしいと言ってくるのです。私たちの考え方、未来は無数に選択肢がありますが、その中から3つ提案があります。みんなと健康な食を育む未来、グリーンシティ。ドローンがあなたの元に届けてくれる。幸せな未来を選択するのは私たち参加者。タブレットを使い、望む未来を選びます。すると、すぐに集計され、未来が多数決で決まります。選ばれた選択により変化した未来の都市の姿を見ることができますよ。ホール C。多くの企業の展示を見ることができるエリアです。未来の都市探訪。巨大な顔、ロボットヘッドに乗り込んで、4つのストーリーを楽しめるコーナーです。可愛い映像で夢の乗り物、循環型エネルギー社会、強く優しい街づくり、大地と命、守り育てるをテーマに4カ所で座って見れる短編映像のコーナーです。川崎重工業、未来の公共交通システムが展示されています。アリスキャビンという乗り物に乗ると、乗り換えが必要な箇所だと乗り物が自動的に乗り継ぎをしてくれます。乗り換えのストレスなく移動できるこの乗り物、車両の中は未来の移動が体感できます。ロボットアームで飲み物を入れてくれたり、スマホを見やすい位置で持ってくれます。また、窓には映像が映し出されるので、遠くにいる人と一緒に旅を楽しんでいる雰囲気も感じられます。とにかく、この展示、乗り物のデザインがかっこいい。ロボットアニメに出てきそうなデザインです。新幹線の車体を作っている企業なので、展示でもリアリティが感じられます。商船三井、自然エネルギーの風を捉えて、グリーン水素を製造、貯蔵、運搬する未来のゼロエミッション船、ウィンドハンター。長さ4メートル、高さ3メートルのある大きな模型が展示されています。内輪で風を起こし、風量によって
帆船が帆を回転させます。6人ほどで同時に協力しながら体験。うまく風を送れると水素エネルギーが貯蔵されるクリア映像が見れます。関西電力。未来の電柱がパビリオンのすぐ前、屋外に設置されています。太陽光発電、風力発電の機能と AI カメラ、LED パネル、携帯の充電ポットがある電柱です。この未来の電柱の活用について3つのエリアを AR を使ったタブレットで冒険しながらいろいろ知ることができます。3つのエリア選択のうち1つはテーマパークだったのでちょっとテンションが上がりました。開始時には自分の写真を使うか手動でアバターを作ることができます。アバターは AR を使った世界に入り込んでいろいろな様子を見ることができます。日本特殊陶業。私が各コーナーを体験して一番未来を感じたのはこちらの企業のコーナーです。立体映像は科学館などで目にする機会が多いと思いますが、ここでは空中に浮遊している映像になんと触れる感覚がある、そんな技術の初公開が行われています。実際に体験してみると、クジラの背びれを撫でると本当に触れていて撫でているような感覚がありました。また雨が降ってくると上から何かが落ちて手に当たる感覚はありました。でも押し返されるほどの強い感覚や雨の水の冷感はないのですが、確実にそこに何かが存在していることがはっきりわかるぐらい感じることができ、とっても驚きました。超音波発生器により直接触れているように体感できる、そういう技術が使われているそうです。この感覚、実際に体験しないと全く伝わっていないと思います。私も目の前の人が体験して感動しているところを後ろで見ていたのですが、何がすごいのかさっぱりわからなかったです。でも実際に体験すると驚きと感動がたくさんあります。空間に触れられる技術が生まれるとは想像もしていなかったんですが、技術の進歩はすごいと思います。体験時間は約1分間、1人1種類の体験になると思います。ただ、この装置1台しかないので、入れ替わりの時間も考えると1時間に3、40人しか体験できないのではないかと思います。かなり並ぶと思われますので、なるべく早く行くことをお勧めします。また、ステージショーでは、水と空気が姿、形を変えながら、地球の未来を輝かせる映像と、パフォーマー1名によるショーが行われます。映像と人の動きがシンクロしているので、映像ショーとしてもとても楽しめますよ。3つの装置がキーになっています。水から水素を取り出す装置、水素と二酸化炭素からメタンを作り出す装置、メタンと酵素から電気と水を作り出す装置。これらの装置で水と空気が姿形を変えていく様子をご覧ください。ちなみに先ほどの空中感覚装置はどういった商品にしていくのかまだ決まっていないそうです。お客さんの声を聞きながら商品化を検討していきたいとおっしゃられていたので、面白いアイデアがあったらスタッフに伝えてみるといいかもしれませんよ。二酸化炭素と水素からメタン合成するシーンです。メタンガスが発生しています。ショーはまだまだ続きます。現地でぜひご覧ください。カナデビア株式会社。中心には世界樹があり、これは現在と未来、サイバーとフィジカル、人と地球、テクノロジー、それらをつなぎ合わせる象徴としてあるようです。世界樹に設置された体験装置で資源循環によって豊かになる未来の4つのストーリーが体験できます。ストーリーを進めるには画面に表示されたように体を動かしましょう。
落ちてくるゴミに合わせて分別するゲームや、発酵させるのに手を叩いてエタノールを作ったり、いくつかのステージを選択して2つのゲームに挑戦します。生ゴミからエネルギーを資源に変えるプラントなど、学びと遊びが一緒になった展示コーナーです。撮影しながらということもあったと思いますが、なかなかうまく操作できずにちょっと難しかったです。株式会社 IHI、 不思議な空飛ぶキューブに乗って海、宇宙、ミクロの世界を駆け抜ける冒険映像が楽しめます。かっこいい映像を見ながらアンモニアバリューチェーンというアンモニアの生成、輸送、利用までの工程について知ることができる映像になっています。IHI の先端技術が知れるので、機械工学に興味がある高校生、大学生にもおすすめかもしれません。株式会社神戸製鋼所。大型モニターには現在と未来のものづくりの映像ストーリーが流れ楽しめます。ものづくりの会社が作った機械仕掛けはとても精巧に作られています。ピタゴラスイッチの装置のメカ版。ぜひじっくり見て楽しんでください。入り口の球体モニターは記念撮影スポットとして人気になりそうです。ものづくりに興味がある小学生、中学生におすすめのコーナーだと思います。青木アスナロ建設株式会社および株式会社小松製作所。未来の水中工事を行う最新型の水陸両用ブルドーザーが展示されています。足元には映像でミニサイズのブルドーザーが水底をきれいにしていく様子が見えます。きれいになった海には魚が泳ぐ姿も映像で映し出されます。水陸両用ブルドーザーは自動制御や ITC 機能、遠隔操作も可能だそうです。この機械の登場により川底の工事が大変スムーズになったようです。CP コンクリートコンソーシアム。建物が建った後も CO2 を吸収し続ける未来のコンクリート。株式会社久保田。完全無人で農作業を行う汎用プラットフォームロボットが展示されています。また、後ろの映像にはその作業風景が見ることができます。人手不足や手作業が多い課題を解決する、そういったロボットだそうです。今や当たり前のように畑で姿を見るトラクターも、1970年の大阪万博で展示されたのが初めてで、その当時も新鮮だったそうです。昔と今の食事の比較を通じて、未来の食を想像するコーナーです。万博会場に行かなくても、未来の都市パビリオンがスマホで楽しめる。また、リアル会場では表現しきれなかった展示や、リアル会場の再現なども楽しめるので、万博会場に行った人もぜひやってほしいということでした。バーチャル未来の都市。見どころについてお話しいただきました。ここはバーチャル未来の都市。ちょっと先の私たちの未来における一つの可能性を示した街が広がっています。街に降り立ったあなたが最初に出会うのは未来研究所の未来所長。あなたはこの街を巡り未来のヒントを考える未来リサーチを依頼されます。未来所長から渡されたリサーチノートをヒントに街を巡ります。どうしたら脱炭素社会を実現できる？人手不足を解消するには？安心安全な街づくりとは？
現代の私たちが抱える課題を解決するさまざまな技術が街には点在しています。街の中にある未来スポットを巡り、未来に向けた自分なりのこれいいなを見つけてください。バーチャル未来の都市は全部で5つのエリアからなります。中心部、循環型社会が実現されたバーチャル未来の都市の玄関口、シンボルとなる建造物が特徴的です。住宅街、日常だけでなくもしもの時も安心安全な生活を送ることができます。ビジネス街、人と AI が協業し現代より産業が進化しています。港町、水素エネルギーや風力発電によってクリーンなエネルギーの自給自足を達成しています。次世代の農耕地、未来の都市のフードシステムの起点となりスマートに食を育んでいます。どのエリアにもさまざまな未来の技術がアイテムがもらえることも。また大阪・関西万博未来の都市パビリオンの一部の展示はバーチャル未来の都市でも同じように楽しめます。万博に行く予定の方はもちろん、検討中の方、現地での体験をもう一度という方もぜひ遊びに来てください。バーチャル未来の都市ではさまざまな体験があなたを待っています。どうぞお楽しみに。実際に技術の街というのはですね、いろいろな都合だったりいろいろなステークホルダーの事情で少しずつ変化をしていくというふうに考えています。その中でこの後出てくる街に対する課題、その解決策というのはこの変化した街に実装されるべきじゃないかというふうに考えています。そのためまず私たちは最初にありそうな2030年代の日本の街、それ自体をバーチャル上に描くというところから始めました。実際にこれが考えていた街の本当にごく一部のマップでございます。この街を描くためにですね、今回空想地図作家であります地理人研究所の今泉孝之さんにご参画いただきました。で出来上がったのがこちら、バーチャル上の未来の都市空間でございます。大きく都市部、そして地方都市の2つ、その中で5エリアに分かれたものから成り立っております。我々はこの10年後にありそうな都市空間というのも見ながらですね、どういった課題が存在するんだろう、どういった解決策があるべきなんだろうというのを共産各社の方々と考えてまいりました。実際例えば自動運転が行き交うなどテクノロジー自体は進化しつつも、例えば労働人口減があったり、気候変動に伴う水害があったりフードロスがあったりみたいな都市部ならではの問題があったり、一方で地方都市では農家の減少、また少子高齢化などの問題に悩まされているかもしれません。それに対して共産各社が用いる技術だったり検討している内容、テクノロジーというのを組み合わせて未来の形というものを考えていきたいというふうに作ったものでございます。このバーチャル未来の都市ではですね、先ほど申し上げた都市空間の体験だけではなく、まさに皆さんに今集まっていただいている未来シアター、こちらのデジタルツインのコンテンツもご用意しました。未来リサーチというコンテンツもご準備しております。実際にバーチャル空間上で未来に住む人々と話をしてみたり、いろんなものを見たり、聞いたりすることで、このリサーチノートという紙をですね、どんどん埋めていってほしいなというふうに思っております。この未来リサーチを進めていくことで、どんどん未来にどんなことが起きているかというのを理解していきつつですね、バーチャル空間で楽しめるアイテムをゲットできるような仕組みになっております。未来の都市パビリオンは、たくさんの企業が合同で出展しているパビリオンで、他のパビリオンと違い展示会のような雰囲気もありながら、エンタメ要素も多いパビリオンだと思います。所要時間はシアター入場付きが50分、シアター入場なしが35分が目安と表示されています。私の場合は、報道関係者向け内覧会で、各アトラクションがあまりに並ばない状態でも、2時間半の取材可能時間目いっぱい全力で楽しめたので、混雑している状況だと3、4時間ぐらい滞在しても楽しめるかもしれません。
雰囲気だけ流し見で見るならシアター入場なしだと35分ぐらいでも十分見れるかもしれません。予約必須のパビリオンです。